視聴者の皆さんおはようございます。エリックです。今回の動画は和歌山の山奥に巨大な露天風呂に入りに行った時の様子をお届けしようと思います。温泉のすぐそばにキャンプ場があるので、そこに泊まって車中泊キャンプも一緒に楽しむ作戦です。まずは今回のキャンプに向けて新しく手に入れたアイテムを引き取りに行くところからスタートします。視聴者の皆さんおはようございます。エリックです。今日は2月17日火曜日です。今は大阪から京都に向かって、1号線のバイパス走ってるとこですね。今大山崎あたりかな。今は滋賀に向かっているんですけど、今日どこ向かってるかというと、ちょっとね、自転車が欲しいなと思って、で、買ったんですよ、自転車をね。で、なんで買ったかっていうと、バモスにモンキーを積んで走るっていう風にしてたんですけど、モンキー積むまでもない距離を走りたいときに、折りたたみ自転車を積めればいいなと思って、だからちょっと折りたたみの自転車を探してたんですよ。で、ただ20インチとかの、よくあるサイズのやつを買っちゃうと、多分自分の性格的に毎回折りたたむってことはしなくて、そのままポイって入れちゃうと思うんですよね。それならやっぱ乗れる状態である程度ちっちゃい自転車を買った方がいいなと思って20インチはちょっとやめて、14インチ16インチぐらいのホイールのサイズのねちっちゃいやつを買おうと思ったんですよ。そしたらサイクルショップ朝日だったかな、チェーン店のオリジナルでアウトランクってやつだったかな、14インチのフレームに取っ手がついてる、なんかすごいまさにぴったりみたいな自転車があったんですよ。ただ買うってなったら結構高くて5万弱ぐらい定価でするみたいなんで、店頭で言っても多分4万はするだろうなという感じだったんですよね。でも自分が使いたい用途に関しては多分それが一番ぴったりだなと思って、14インチで大人が乗れて、でかつハンドルもついてるし、折りたたまなくてもある程度サイズちっちゃいんでポイって乗っけれるなと思って、これしかねえなと思ったんですよ。でただちょっと4万とかね自転車に出すのはなかなかちょっと今厳しいというか、それに出すなら違うもん欲しいっていうもんが結構あるんで、もうちょっと節約したくて、ヤフオクメルカリを見てるとね、メルカリに京都のリサイクルショップがそのアウトランクっていう自転車を安く出してたんですよ。2万弱ぐらいかな。防犯登録とか入れたら多分2万ぐらいになると思うんですけど、それが出してて、で状態も写真で見る限りめっちゃ綺麗で、赤色、欲しい色赤色だったんですよね。これ買うかって買って、で今日取りに行こうとしたんですけど、で夕方取りに行く予定なんですけど、どうせね京都まで走るんならもったいないから、ついでになんかどっか行きてえなと思って、スノーボードに行けてねえわと思って、で去年は結局行けずで、ただ一昨年ねブーツ新しくしたのにまだ1回しか使ってないんでもったいなさすぎると思って、今から、滋賀県の琵琶湖バレーに向かいます。で朝一滑って昼過ぎ早めに多分2時ぐらいに上がって、で空いてるうちに京都行ってしまって引き取ってちょっと休憩してからまた道路空いてから帰ろうか、そんな感じになると思います。だいぶ走ってきて、宇治川を渡るところですね。ちょうど大阪からね京都に移動する境目ぐらいになります。でもうちょいしたら京都の外環状道路なのかなに入って、滋賀の方までねぐるっと京都を迂回する形でね移動していきます。よ
うやく京都抜けて滋賀に入るところです。西線のね、線になるのかな。ここから西線琵琶湖の西の端ですね。湖岸沿いを通っているバイパスになります。もうちょっとしたらね、琵琶湖が見えてくるんですけど、景色がいいんで楽しみですね。いい景色見れそうですね、今日はね。琵琶湖見えたっすね。綺麗。冬はあれですね、空気が澄んでて海岸もちゃんと見えるですね。今日のね、目的地が左前の方に見えてきました。左目の山の上ですね。ちょうど今、琵琶湖バレーのゲレンデら辺が太陽に照らされてる感じですね。左上の方に見えてます。琵琶湖バレーね、ノーマルタイヤで麓まで行って、そこからロープウェイで上に上がれるんで、大阪とかから来るのに助かるんですよね。高速だったらうちの家からでも1時間半あれば来れるんで、下道でも2時間かな。今日2時間ぐらいで来たんですけど、で来れるんで本当に近所で助かるっす。いやでも今日は多分上からの景色が最高っすね。ベスコンじゃないですかね。で、琵琶湖バレー行くときね、この妹子の里っていう道の駅、ファミリーマートとかもあったはずなんで、ローソンとかもあったと思うんで、なんか買い出しするなら寄るといいですね。ちょうどいい位置にあります。琵琶湖も綺麗っす。朝日がね、めちゃくちゃ綺麗です。湖西バイパスの滋賀出口でバイパスを降ります。滋賀っていうとこで、滋賀の滋賀だで降りますね。オープンで結構来てるっぽいな。久しぶり。結構多いかもしんないな。平日だからついてるかなって言ったけど、ハザード焚いてるのはスタッフさんですね。オープンが半からだと思うんで、今多分駐車場が空いてないので待ちですね。駐車料金は1台につき1000円になります。料金所前で待機できるんですけど、反対車線をスタッフさんが走ってくるので、ドアを開ける際は要注意です。2番目かな。めっちゃ綺麗。天気もかなり良さそうです。朝日が琵琶湖の湖面を照らしていて、とても爽やかな景色になってますよね。チケットは NFC の電子タイプに変わっていました。2年前は紙チケットだったんですよね。1日前までならネットで前売り券を買えます。平日はかなり安くなるので、ぜひ買っておくことをお勧めします。朝一の空いてるゲレンデは本当に最高ですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。今日はちょっとアイス寄りの固めのバーンですが、自分は飛んだり跳ねたりはしないので問題ありません。天気がいい日の朝一はとりあえず一番上まで登って景色を眺めるのがお決まりのパターンです。琵琶湖最大の島である沖島や孤島までクリアに見えますね。昨年モンキーで走ったあたりですね。このレイクビューの眺望の良さが琵琶湖バレーの魅力の一つですよね。何本か滑ったのを撮影したので、一緒に滑っている気分になってもらえたら幸いです。なるべく画角が揺れないように撮りましたが、画面酔いには注意してください。
結局9時過ぎからほぼ滑りっぱなしで、混んできたので30分早めて1時半に上がることにしました。都市圏から来やすいだけあって観光スキーヤーも多くて、お昼前にはかなりの混み具合でした。それでも以前よりマシになったような気がします。琵琶湖バレーはだいたい午後には気温が上がって雪が重くなってくるんですよね。溶けたシャーベットみたいになってしまいます。なので私はいつも朝一から入ってタイミングがあれば昼食を食べて午後早めに撤収するようにしています。駐車場の出口も帰りの湖西バイパスも混まずに、夕方には自宅に到着できているのがとても楽でいいんですよね。というわけで琵琶湖バレーを後にして京都のリサイクルショップまで向かいたいと思います。道が混んでないといいんですけどね。スノーボー行ってきました。結局朝9時から1時半まで滑りっぱなしだったっすね。4時間半休憩なしで滑りっぱなしでした。めちゃくちゃよく天気良くて楽しかったっす。人はねでも多かったっすね、さすがに。その後道路が混む前に京都のリサイクルショップまで移動することができました。購入したアウトランクを引き取ったのですが、実物は思った以上に小さくて驚きました。でも大柄な自分でもちゃんと乗れましたし、積載するにも取っ手が便利で買ってよかったと思いました。視聴者皆さんおはようございます。エリックです。今日はですね、2月の26日の午前5時13分です。めちゃくちゃ早朝なんですけどね、今は和歌山県の川湯温泉という温泉に向かっている途中です。特徴としては川の川床、そこから温泉が湧いてるんですよね。毎年12月から翌2月かな、3ヶ月間だけせき止めてものすごい大きい露天風呂にしてくれるんですよね。それに毎年入りに行ってて、だいたい12月ぐらいにバイクで行ってたんですけど、今年はなんだかんだまだ全然行けてなくて、千人風呂を作ってくれてるのが、今月の28までなんですよね。だからあともう3日、今週末までしかなくて、行くなら今日明日しかないと思って、実はちょっと次の仕事も始まりつつあるんですけどね、ちょっと時間作ってというか若干無理やり気味に今向かってるとこです。予定としては熊野本宮大社にお参りして、川湯温泉のね、その千人風呂の近くに川湯温泉のね端っこの温泉街の端っこの方にキャンプ場あるんですよ。でそのキャンプ場に泊まろうと思って、で千人風呂入りつつキャンプしつつみたいな、そんな感じで今回は行こうかなと思ってます。ちょっとね久しぶりのキャンプなんで、いや本当にモンキーを積んで行った笠木以来なんですよね、キャンプ。って言っても車中泊ですごい簡単にするつもりなんで、薪とか炭も売ってたんで、薪ちょっと買って焚き火しつつぐらいで、あとはもう車の中でねのんびり過ごそうかなと思ってます。というわけで、ひとまず向かいたいと思います。いやー楽しみやな。でも千人風呂ね、2月28日頃までっていう書き方をしてるんで、下手したら入れない可能性はあるんですけど、その時はその時でね、川湯温泉の公衆浴場があるんで、ね、そこのおばちゃんとは年一しか会わないんで、ね、挨拶しに行こうかなと思ってます。というわけで行ってみよう。今大阪から奈良に入るところの、トンネルを通ってます。水越トンネルですね。およそここから、奈良を抜けで和歌山と奈良の境目あたりにあるんですけど、100キロほどここからまだ走る感じですね。山道をずっと走るんで、予定では2時間半になってるけど、多分3時間ぐらいで着くんじゃないかなと思います。次は多分十津川の道の駅に泊まるかな、もしくはその手前の大東に泊まるかどっちかって感じです。ではでは
とりあえずそこまで頑張ります。奈良に入ったんですけど、ちょっと小雨が降ってますね。川湯温泉って雨が降ると、水の量が増えて仙人風呂の温度が下がって入れませんみたいな状態になっちゃうんですよね。やっぱり自然の中にあるものなんで結構影響を受けやすいみたいで、大丈夫と思うけどな。入れなかったら最悪明日入れればありがたいですね。さっきの場所から今30キロぐらい走ってきて山の中ですね。五条から大戸に登る途中の峠道ですね。さっきからね、本当にすごい霧で、肉眼視界とこ30メートルとかかなぐらいだと思います。やばいな。もうちょっと明るくなったらね見えると思うんですけど、さすがにこの状況でスピード出せんすね。よし、まだ元気なんで応答は寄らずに十津川で一回休憩かなって感じっす。多分十津川まで行ったらだいぶ明るくなってると思うんで。いやー、雰囲気あるね。いい感じですね。さすがに今日はバイクじゃ辛いな。この中バイクで走りたくないっすね。紀伊半島を新宮まで抜ける国道168号線はバイパス化が進んでだいぶ走りやすくなりました。また走ってきました。約今目的地から、さっきの地点から20キロ走って、あと残り50キロってとこです。あと1時間ちょっとですね。ちょうどね、もうすぐ谷瀬の吊り橋、ちょうどカバーですね。谷瀬の吊り橋のところをせっかくなんでちょっと覗きに行きますか。谷瀬の吊り橋っていうのはですねここら辺の地区の人がこのね横の川を渡るためにお金を出し合ってね作った吊り橋。見えてるわ。見えてますね。あれですって見えてるわ。あれが谷瀬の吊り橋です。谷瀬の吊り橋は奈良県十津川村にある長さ約297メートル、高さ約54メートルの生活用の吊り橋になります。が谷瀬の吊り橋です。この下はキャンプ場になってるんですけど、さすが平日誰も泊まってないですね。下が桜がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。春になるともうちょいあと2ヶ月もすれば桜が綺麗になると思います。もうちょっと晴れ間が見えてきましたね。このまま晴れてくれるといいですけど。この吊り橋ができたのは1954年、対岸の集落の人がこちら側に渡れるようにと架けられました。たまに原付が渡ってくるんでびっくりします。ちょっと吊り橋に寄り道してきましたでは残り45キロですね。のんびり走っていこうと思います。さらに20キロほど走って残り25キロほどの地点になります。だいぶ明るくなってきたけど、雲はまだ霧かなが上にかかったままですね。まだでも雨は上がったんでよかったっす。熊野ら辺がどれぐらい雨が降ってたかによって川湯温泉のね温度が変わってくるんで、って言っても川湯温泉ってめちゃくちゃ温度高いんですよね。何度ぐらいかな、40度近いのかな、40度超えてんのか。普通に源泉触ったらやけどするぐらいの、温度なんですけど、それでも雨降った時は入れませんってなるんで、そうなってないことを祈るばかりですね。よいしょ、降りますわよ。足
足は入れるっぽい。入ろうかな。道の駅十津川郷に到着しました。さすが早朝だけあって空いてますね。休日はめちゃくちゃ混んでるんですけどね。中華少し時間に余裕がありますし、足湯に浸かりながらのんびり休憩することにしました。体感は40度ぐらいでしょうか。熱めの温泉で足から体がぬくもっていくのを感じます。ふわーっと体の力が抜けていきますね。座りっぱなしで体が硬くなっていたみたいです。全身浸かりたいなーって思いながら顔を上げたらこんな看板がありました。さすが分かってるねって感じですね。見抜かれてます。温泉に行きたい気持ちは山々なんですけど、ぐっとこらえて足を出ようと思います。あらかじめタオルを車の中から持ってきておくべきでした。ちょっと失敗しましたね。よいしょ。んでは足湯で楽しんできたんで、めちゃくちゃ体温まったっすね。何も疲れてないと思ってたんですけど、体が緊張してたんだなっていうのが分かりますね。なんか体中の力が緩んだっすね。足湯入ってこう足から温まったら、今足つけただけなのに体がポカポカしてます。本当温泉に入るために来たんでね。今回はキャンプもするけどメインは温泉です。残りが24キロか。もう30分ちょっとで到着するみたいなんで、のんびり行きます。だいぶ、また走ってきました。20キロぐらい走って、あと残り7キロってところですね。で、空もね、晴れ間が見えてきて、とても爽やかな感じになってきました。8時ぐらいには熊野大社の駐車場には着けそうなんで、できたらゆっくりお参りできたらいいなと思ってます。ここからね、和歌山県に、また入ります。気温11度なんで、そうですね、朝でこの気温だったら氷点下、夜は氷点下いかないかもしれないですね。でも個人的には寒い方が寝れるんで、寒くてもいいかなって感じです。このカーブを曲がったら熊野の本宮の町ですね。本宮町に入りました。一応熊大社の前の駐車場もあるんですけど、この左下も駐車場になってますね。で、この右が熊野大社ですので、ここが駐車場ついてる。菅朝市というわけで、ここに止めさせていただく。着。行きましょい。駐車場から通りまで出て横断歩道を渡ればすぐ熊野本宮大社の入り口になります。熊野本宮大社は熊野三山の一つで、熊野信仰の中心となるお社になります。ずっと昔から熊野詣として熊野古道を歩き訪れる人が絶えない、とても歴史のある大社になります。平安時代には京の都から1ヶ月ほどかけてここまで歩いてこられていたそうです。現代のように歩きやすい道ではないはずですし、途方もない旅だったんでしょうね。さすが早朝だけあって境内にこんなに人がいないのは初めてです。お土産物屋さんとカフェがここにあります。本宮大社の一段は158段ですので、そこまで大変ではありませんね。
本殿にお参りする前に原江戸の狼にお参りして身を払い清めます。原江戸の狼は名前の通り罪や汚れを払い清めてくれる神様になります。主祭神にお参りする前にこちらにお参りしてから伺うようにしましょう。階段を上がると手水屋がありますので、こちらで手口を清めます。熊野三山のシンボルは3本足のヤタガラスで、境内のいろんなところに衣装が見られます。手水屋のヤタガラスさんは意外とつぶらな瞳で可愛い顔をしてますね。熊野本宮大社はもともとは熊野川の中州に建てられていましたが、1889年明治22年の大洪水によって社殿の多くが流されてしまいました。そして洪水の後にかろうじて残った4社が山の上に遷座されて現在の形となりました。本殿の周りは撮影禁止ですので、カメラは一旦止めてお参りをさせていただこうと思います。本殿の3棟と満山社に合わせて5柱が祀られていて、参拝順も決まっています。中央から始めて左左右右の順番で、作法は一般的な2礼2拍手1礼になります。本殿へお参りをさせていただいたので、次は元々のお社があった場所、大湯の原に向かおうと思います。お参りを済ませると、雲がだんだんと晴れてきて、木々の間から朝日が差してきました。こんなに静かに穏やかな雰囲気の中でお参りできたのは何年ぶりでしょうか。昼間になると観光の方などもかなり多くなるので、どうしても想像しくはなってしまうんですよね。とても良いお参りができました。次に来る時もできれば早朝にしようかと思います。朝日が出てきた。明るい。ここから大湯の原にお参りするんですが、せっかくなので新しく購入した自転車を使ってみようと思います。正直十分歩いていける距離なんですけど、一旦車のところまで戻って自転車を出してみようと思います。荷室から取り出してサドルを上げるだけで乗り出せます。思った通りとても簡単で便利です。ただどうしてもタイヤ径は小さいので、低速域での安定感はあまりありません。少しふらつきますね。地面の凸凹でもかなり揺さぶられるので、正直乗り心地はそんなに良くないですね。ただ移動スピードは徒歩より断然速いので、目的は達成できていると思います。本殿の次はイザナミの命の荒御霊が祀られている産田社にお参りをします。国生みの神であるイザナミの命を祭神とし、安産子宝の神として信仰されています。ちなみに荒御霊というのは、物事に変化を起こすような力を持つ神々の動的な一面のことになります。逆に穏やかで慈悲深く、人々を守り恵みを与える一面をネギ御霊と言います。これがお湯の原の大鳥居。高さは約34メートル、横幅は約42メートルで、見上げるほどの大きさです。自転車があるとちょっと別アングルから撮りたいという時に気楽に移動できてとてもいいですね。だんだんと観光客も増え始めましたね。やはり外国から来られた方が多いです。ここが本来のね、入り口ですね。お
まででかいと真ん中を通るなっていうのが、真ん中の範囲が広い。めちゃくちゃ大きいですね。もともとはここにあったけど、熊野川が氾濫して、さっきお参りした4社残して全部流れちゃったんですよね。で、流れて残ったのがあっちに移設されたという感じですね。流れてない。こんな石あったっけな。大湯の原まで来るのはかなり久しぶりだったので、正直記憶も少し曖昧な感じでした。大湯の原の境内地まで300メートルほど歩いていきます。確かに熊野本宮大社の中に当時ここまで水が来ましたみたいな表示があったと思うんですけど、どこにあったか忘れた。参道をしばらく歩くと一段高くなっている広場のような場所があります。境内地の中は一般の撮影も禁止になっているので、撮影を止めてお参りをさせていただきました。もともとはこうなってたんですね。大湯の原の裏の熊野川です。ここ最近の渇水の影響で特に水位が低い状態になってますね。それにしてもこの川があそこまで氾濫するとはなかなか想像がつかないところではありますね。ですが2011年の台風12号豪雨災害の際は先ほどの道路まで冠水してたんですよね。それを考えると水位が数メートル高い明治22年の大洪水はとんでもない災害だったんですよね。現代も森林伐採の問題が話題ですけど、明治の洪水災害も同じく伐採しすぎが一因だそうです。山の木々や自然をもっと大事にしなさいという神々からのメッセージなのかもしれませんね。そろそろ熊野大社を後にして、いよいよ今回の旅の目的である露天風呂に向かうと思います。と思ったんですが、本宮大社の並びに美味しいコロッケが売ってるのを思い出しました。少し値段が高めではあるんですけど、ここでしか食べれないので買っていこうと思います。思ったより気温が高いですね。で、雨上がりの湿気もあって若干気分が悪くなってた。ちょっと駐車場で休憩させてもらってだいぶマシになったっすけど、思えば朝からなんか喉の調子も良くなかったんですよね。大湯の原の駐車場に止めてちょっとお手洗いに行きたいですね。本宮町を出たら川湯温泉はすぐなんですけど、川湯温泉にお店とかはありません。必要であれば本宮町で買い出しを済ませておくことをお勧めします。でついでにスーパーが開くんですけど、スーパーにね美味しいコロッケ売ってるんで、ちょっと朝ごはん代わりにコロッケを買って帰らないわコロッケを買おうと思います。よいしょ。ラスト1枠入っててよかった。動画の途中なんですが、今回の動画は一旦ここで区切りとさせていただきます。次回はいよいよこの旅の目的、巨大露天風呂に入りに行って車中泊キャンプをしようと思います。キャンプ場のレポートなどもお届けする予定ですので、今しばらく続編のアップをお待ちください。この動画がいいと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。